皆様こんにちは。小雨の降る今日の街で今回ご紹介いたしますのは、地下鉄烏丸大池駅からほど近い閑静な押小路通り沿いにあります室町ゆいでございます。建物の外観は風格のある町屋。あまりにも今日の街に溶け込みすぎてひっそりと存在しているかのようですね。訪問日は2024年2月。純白なのれんをくぐり、中に入れば素敵な空間が広がり、奥行きも深くて本当に驚かされます。毎度来るたびこのギャップの差に惚れ込んじゃうんですよね。今回もどんな料理を出してくれるのか、どんな日本酒に巡り合えるのか、本当に楽しみです。でもまずはビールで喉を潤わせていただきますよ。この薄張りのグラスが本当に持ちやすいんです。ビールの泡の割合も完璧ですよね。今日ももう風呂火してからですか？風呂火お風呂で室町ゆいさんでは懐石料理の最初に食前酒が出されます。食前酒は日本酒ですが、毎回銘柄は変わっていきます。こうなってるでしょ。左に持つとスープが入らないんです。はい、お願いします。節分で鬼は外と虎打ちで、中は鬼の白子です。下におたふく春菊っていう滋賀県でしか作られてない春菊があるんですけど、おたふくみたいなぷくっとした葉っぱの春菊ですね。それを下に引いてます。あとあんは、鬼おろしで吸ったかぶらのみぞれのあんかけです。はい、どうぞ好きな。お椀の蓋を開ければ、フグの白子焼きが目に飛び込んできました。ご存知の通り、下関など一部地域ではフグのことを福と呼びます。幸福の福とかけて、節分の福は内に結びつけているわけですね。フグの白子は冬から春にかけてが旬で濃厚な味わいです。お椀も凝っていますよ。蓋の外側には鬼の面、蓋の裏側にはおたふくの目が描かれています。いろいろと考えられていますね。でもこのお椀は節分の2月しか使用できないのかな。妊娠っていうのはある程度でトーナメントで2年に1回試合をするんですけど、それでトップになった人がその時に美味しい。美味しい。あんなもう歩けへんとかはない。あれに負けちゃって全然普通です。行かれるんですか？また。恵方です。恵方巻きです。今年西南西、はい、やや西方向的な空間です。中は、台座と鍵ですね。台座、京都の台座港、港の松葉ガニを、朝まで取れたものをほぐして巻いてます。下の木の芽と、手前はそのままです。贅沢な恵方巻きですね。中に入っている台座ガニは京都北部にある丹後の大蔵漁港で水揚げされるオスのズワイガニのブランドです。山陰の松葉ガニ、福井の越前ガニ、石川の加納ガニのように地域によって呼び方が変わります。そういえば恵方巻きっていつから定番のようなイベントになったのでしょうか。恵方巻き自体の発祥は江戸時代まで遡るようです。昭和初期に
ある販売促進活動によって大阪から広まったようですが、千葉で育った私の子供時代、恵方巻きの記憶はないかな。します。どうぞ。はい、ください。おわものです。白甘鯛ですね。しいたけは唐津の佐賀県の県のしいたけです。あと北手のだしにすだちと、あとうぐいすなと浅漬けちょっと散らしてます。どうぞ。またガチで召し上がってください。お椀の蓋を開けた瞬間の香りをお伝えできないのが本当に残念です。お出汁の香りに魅了され、素敵な盛り付けに釘付けになっちゃいますよね。本日のお魚は白アマダイ。アマダイは国内で5種が確認されており、中でも白アマダイ、赤アマダイ、黄アマダイが食用種とされています。体色を表した呼ばれ方ですが、白アマダイはアマダイの中で一番浅い水深に生息しているそうです。漁獲量も少なく市場価値も高いため、大抵は高級料亭に直行してしまう白アマダイ。室町結衣さんで拝められて本当に幸せですね。はい。うん。まずお作りです。天然のヒラメとアオリイカです。あと今年の今年のカラスミです。自家製のカラスミです。本日のお魚はヒラメとアオリイカですね。ヒラメは寝かせていないそうなので、歯ごたえのある食感も楽しめそうです。塩好きの私は最初にヒラメは塩で楽しんじゃいましょう。私の好みを知っていただいているので、いつも塩を多めにしてもらっちゃっています。しかもおかみさんから塩ラーの称号をいただいちゃったんですよね。仕入れづらい時期なので、なるべくこう代用品を使わないようにしてるしてるので、今日は調子よくもう止まる覚悟をそうですね。気持ち的にはちょっと楽しいですね。嬉しくて仕方がなくて。そうです。うち半合か1合かでご用意してるので、半合用のたっぷりもいろいろ。イカとカラスミ一緒に食べたらめっちゃ美味しい。最初のアオリイカはカラスミと合わせてみましょう。直前の動画の音声でちょっと入っていたかもしれませんが、おかみさんがイカとカラスミを合わせるとめっちゃ美味しいって勧めてくれたんですよね。カラスミは今年の新物で、もちろん室町結衣さんの自家製です。カラスミの塩味と独特な味わいが本当にアオリイカと合いますよね。もちろんヒラメをわさびと醤油でもいただきます。この透き通り感が本当に素敵ですよね。ヒラメの食感が実にいいです。ほんのりとしたヒラメ独特な甘みとわさびの辛さの融合で、いつまでも噛みしめたくなりますよね。イカも綺麗だよな。こちらはもちろんお塩でいただきます。
娘が2人で、29、ヒラメの縁側はコリコリ感の頂点ですよね。こちらも塩でいただいて、口の中でいつまでも味をかみしめたいと思います。惜しみつつ最後のヒラメはお塩でいただきます。残ったわさびは直接口に運んで涙が出るほど味わいました。おかみさんが一生懸命吸っていましたからね。イワシです。イワシです。やっぱりイワシだったんですね。節分なんで、普通酢で締めたりするんですけど、一切そのまま生で、ちょっと骨しっかり細かいのいっぱい入ってるんで、なるべく抜いて、やっぱ中に入り込んでるのはちょっと両面に包丁を入れて、ちょっと切ってます。で、上は豚あえみたいな感じで、豚衣の、お味噌とか、上が入ってます。で、普通は白味噌と、からしと、お酢とか入れて豚あえ作るんですけど、ちょっと大根おろしと柚子入れて、ちょっと食べやすいようにして上に芽ネギです。で、丸いのはちょっと豆まきで、長芋を豆にしてます。どうぞ。大葉イワシとはイワシの種類ではなく大ぶりサイズのマイワシを指します。確かに大きくてとても綺麗ですよね。そしてヌタエとはまあ由来はドロドロとした見た目がヌタ、つまり泥深い田やデイチのようであることからなので、表現的にはきついんですけれども、味噌、酢、砂糖などの調味料で作る酢味噌をあえた料理のことです。さらに室町ゆいさんでは大根おろしや柚子を加えて食べやすくしてくれているそうです。イワシとの相性が良くて本当に美味しいですよね。現地かかってきました。まだ見たらわかるやん。まだあと4号ぐらいか。ずっとおっしゃってましたもんね。わかりました。こっちが、はい、かしこまりました。全熟牛にしました。すごいな。豆腐です。うちで作ったごま豆腐にフキノトウ混ぜて揚げ出しにしてます。フキノトウ作ったんですね。室町ゆいさんの手作りのごま豆腐にフキノトウを入れて揚げて仕上げた揚げ出し豆腐です。揚げ出しなので見た目はキリッと頑固なカリカリ感に見えますが、すぐにお出汁に溶き込むように崩れ、マジカルな料理に驚きの一言でした。春近くを感じ取れるフキノトウの苦みが入ったごま豆腐のコク、お出汁とともにいただくと最上の大人の美味しさです。
そうです。します。そうです。一番手前はシラウオですね。いただきにして青寿司のちっちゃいつぼつぼの器は甘エビを、玉ねぎ麹で炒めて漬けたものです。土で作った玉ねぎ麹です。カワハギ肝醤油かけてます。下に花わさび下に引いてます。あとはエビもお出していただいてから揚げにしたものとあん肝です。ちょっとポン酢のジュレを前に乗っけて、あと丸いのは月光ゆり根、北海道のゆり根です。まあエビ芋とシラウオをちょっとさっきあったかいうちに食べていただいて、ゆり根もほんのりあったかいです。お召し上がりください。ハッスンの語源は茶会席から来ますが、現代的に簡単に表現すれば酒の魚ですね。お客様を思う気持ちや情熱を伝える方法がハッスンだとも言われています。ここにもカワハギ、シラウオ、甘エビ、あん肝など本当にいろいろな魚を出してくれますよね。ちびちびと食べる私には最高の酒の魚です。チェイサービールです。チェイサービールありがとうございます。おかみさんからすでにビールをチェイサーと言われちゃってますけど、お隣様とビールで乾杯です。いつも私たちのチャンネルを見てくれているそうで、最後までお付き合いしていただきました。お願いします。今いいです。やっぱり開かずにそのまま焼いてます。最後骨すごく表面だけカリカリに焼いて、うなぎのタレをちょっと煮詰めて、その上からかけて山椒をかけます。おお、香ばしい香りとともにうなぎが来てくれましたね。普段見るような開きではなく、大胆なぶつ切りスタイルですが、器用に骨を抜き取っており、身もふっくらした見事な焼きですよね。私が住む成田市は成田山新勝寺の参道を中心にしてうなぎ店が多く、私もうなぎを食べる機会もまあ多々ありますが、こんなスタイルのうなぎは初めて見ました。もちろん格別にうまくて、うなぎを食べた満足感がいつもより強く感じ取れます。ちょっと感動しちゃいましたね。畑菜のからし和えです。何のからし？畑菜。畑菜。初間の日、今年2月6日、7日、どちらか。初間の日に京都では畑菜のからし和えを食べるのが縁起がいいっていう風習があって。畑だったら初めて聞いた。京都だけです。他にはないかな。皆様は畑菜をご存知ですか？私は正直知りませんでした。映像では油揚げの下にあるおひたしが畑菜です。まあちょっと畑菜より油揚げの方に夢中になっちゃってますけどね。だって私油揚げが大好きなんです。調べたところ畑菜は
京都の伝統野菜の一つで、京都では初馬、その年の2月に迎える最初の馬の日に畑菜を食べる習慣があるそうですよ。畑菜の栽培できる場所も限られており、生産量も減少傾向らしく、京都人しか知らない野菜なのかもしれませんね。全然韓国わかんない。私も冷静じゃん。パックとか化粧品とか肌管理完全に美味しいですね。美味しいです。肌管理はい、韓国安いんでやっぱ。CA さんとモデルが違いますね。私ね、先生で多分韓国の人やと私見かけて、女ちょっとスラ業師綺麗に。食べ物もあると思いますけどね、発酵食品はそちら。発酵そう。見てみたい。若い肌お兄さん。そうですね。これから多分来るやろうから。熊しゃぶです。京都の。はい、熊です。京都の熊なんですけど。京都の熊ってすごいですね。生のままお店に届いて、大将が自分でスライスしたものです。で、お野菜がわたごぼうとセリです。京都の月の輪熊だそうですが、さすがに熊はなかなか食べる機会はないので、私としては興味津々です。実際に食べてみて何の肉に近いのかを想像したのですが、食感や独特の香りに近いものは出てこず、やはり熊の肉は熊としか言いようがないですね。熊肉は鹿やイノシシと比べてあまり出回らないそうなので、ジビエ好きの方にとっては熊肉はもう一度食べたくなる肉なんだそうです。3回目ぐらいでこう思いました。手前の右手からちりめん山椒と梅じゃこしらす、なめたけ、海苔の佃煮、松のフレーク、からすみともちとろろって言って粘り気の強いとろろと、あとからし明太子です。これ食べはったことあるんですっけ？変わってないですね、じゃあ。変わってます。あと肉味噌もちとろろは初めてです。そうですね、もちとろ初めて。あと肉味噌と10種類です。困ったのこの後。素晴らしい。
思って、でも全く知らないから、自分も撮ってるから、ただ何、この人たちがやってるのがテレビに準備してたみたいな。顔がすごい顔がいい。ただまたどっかでお会いできたらできてればね、感じでいいですね。ぐらいでもうしつこくは絶対ないので、たままあ機会があればぐらいでいけたらいいなと思ってます。こんな嬉しさ。土佐のグータンのシャーベットです。身の皮が白いところ、味噌のしか食べません。その味がするのがわたついてわかります。ね。うぐいす餅に見立てたいちご大福です。します。室町結衣さんでの懐石料理はいかがでしたでしょうか。この動画を見ていただければ私が何度も通いたくなってしまうことがお分かりいただけるかと思います。今回も室町結衣さんを予約した後にホテル予約などの旅のプランを組み立てたくらいですからね。懐石料理で心残る京都の夜を味わいたい方はぜひご夕食の候補にしてくださいね。ちなみに室町結衣さんは水曜日が定休日となり、一休 .com レストランや食べログからネット予約ができますよ。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。